日本の外交がうまくやったな、韓国の政府は一体何をやっているんだ、と、韓国国内において現政権に対する批判の声が高まっているそうです。ホルムズ海峡を出光興産の運航する出光丸が突破したとのことで、日本国内でも大きなニュースとなっています。なぜならば、戦争が始まって以来、日本向けの大型石油タンカーは、なかなかホルムズ海峡を通行することができず、これが初めての通行だということだからです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢。激しい戦闘そのものは今は収まっていますが、中東湾岸諸国の石油輸出はまだまだ滞っている状態です。まず最初に現在の状況から、激しい戦闘その後、ホルムズ海峡の封鎖状態といったものが続いており、日本の船舶は41隻が足止めを食らっています。一方、韓国の方は26隻。これは単純に経済規模の差です。およそ2ヶ月にわたって足止めを食らっていたタンカーが、今回ホルムズ海峡を越えることができました。しかも、これには良いニュースも付随しています。それは、イランに対して通行料を支払ったわけではないという点です。その上、企業がイラン政府と交渉したのではなく、日本政府とイラン政府との間における外交交渉の結果として、タンカーの通行が認められたとのことで、これもまた一つ成果だと言えるでしょう。戦争が始まってホルムズ海峡の封鎖状態に陥った以後における日本に向けた大型タンカーの通行は今回が初めてです。それだけに大きなニュースとなったわけです。このような結果をもたらした背景として、イラン側も日本との関係を強調しています。それは1950年代までちょっと歴史は遡るのですが、その時代においては、イランは石油を持ってはいましたが、欧米各国からの支配状態にあり、これを打破するという状況にありました。しかし、そのようなことを許さないとして大きな圧力がかかり、石油をなかなか輸出することができない状況に陥りました。その時に日本が封鎖状態を突破して石油を持って帰るといったことが起こりました。これが日照丸事件です。今回、タンカー通行に関してもイラン側からの情報発信として、このような歴史的な背景がある日本との関係を強調する形でタンカーの通行を認めたというような体裁をとっています。ですから、今何かイラン側に対して大きな見返りを与えるからタンカーを通させてくれという話ではなく、これまでの歴史上のつながりを重視した形での外交成果だと両国が発表している状態です。ただ、歴史的背景があるからといってそれがうまくいくとも限らないわけですから、今回高市政権は外交で成果を出したと言えるでしょう。一方、これを見た韓国国内においては、日本のようになぜうまくできないんだという声が野党側から上がっています。日本国内の高市政権を批判したい人たちの中には、韓国政権の方がうまくやっていて、高市政権の方がうまくやっていないという形での批判を行っています。これは、韓国が中東湾岸諸国に対空兵器などを輸出しており、さらには原子力発電所なども輸出を行っています。こうした武器や発電施設などの輸出などを通して太いつながりを持ち、それによって石油を獲得している韓国の方がうまくやっているんだと、少なくとも日本の左派リベラルの人たちは評価しているわけです。ただし、韓国とイランという二国間の外交関係においては、決してうまくいっているわけではありません。その部分がすっぽり抜け落ちた状態だからこそ、韓国の場合だと、この後も事態の打開が図れるかどうかは全く見通しが立たないわけです。ただ忘れてはならないのが、今回一隻が通れたわけですが、じゃあ残りの40隻程度についてはどうなるのか、これについては明確な答えが出ているわけではありません。高市政権は継続的にイラン政府との話し合いを行って、これら足止めを食っているタンカーの航行を認めさせたいとしています。そしてもう一つ忘れてはならないポイントが、そもそも論としてホルムズ海峡は国際海峡であり、どこかの国が関所化して通る船は金を出せ、もしくは許可を得た船しか通れないぞというような行為をすること、それ自体は国際法違反だと言われています。ですから、不当な要求を続けているイランという点については忘れてはなりません。なお、石油の輸入に関しては、高市政権は様々な国と資源外交を行っており、アメリカやメキシコから入ってくる船といったものもすでに手配してありますし、また、ホルムズ海峡を航行しない別ルートからの輸入に関しても手配が進んでおり、高市政権では、いわゆる石油の
消費控えのようなものは今は訴えかけるような状況ではないとしています。これは日本には多くの備蓄がありますし、それをいかにして継続的に出して補っていくか、そこの計画性を持ってさえいれば、ある程度確保できるという見通しが立っているからです。こうした大量に国家備蓄を行っておこうという備えについては、日本は多くの国々よりも優れています。ただし、先々なくなるかもしれない、そして今のうちに買っておかなければという具合にして、一時的な消費が大きく伸びることにより、市場から物がなくなってしまう状況といったものが発生しています。値段が高騰するだけではなく、物が入らなくなってしまったという話が様々なところで出ています。さらに値段の上昇といったものは、そもそも従来のように使うことができなくなってしまった、商売上大打撃だというような声なども広がっています。それだけに、この後ホルムズ海峡の航行がいかにして回復するかは早ければ早いほど良いですし、今後のアメリカ、イランとの外交交渉を見守っていきましょう。トランプ大統領は、イランとの話し合いがまとまらないのであれば、まだまだ逆封鎖は続けるとしています。一方、今回の戦争を発端として、状況の変化といったものも起きています。それが、OPEC や OPEC プラスの一角が崩れたというニュースが入っています。そもそも OPEC や OPEC プラス何なのかというと、産油国を中心とした構成組織であり、多くの国々が減産や増産といったものを行うことによって、価格と供給のある程度バランスを取ろうとしている組織のことです。原油価格がちょっと安くなってきたなとなれば、みんなで話し合って市場に出す石油の量を少しでも絞ろうとする。供給と需要のバランスを取ることによって、価格面についてある程度操作しようというカルテルと呼ばれるようなものです。この一角であった UAE が OPEC 及び OPEC プラスからの脱退を表明しました。従来、組織の一員であった UAE がなぜ脱退するか、それは今回の戦争を契機として自分たちが主体的に石油の生産量そのものをコントロールし、世界市場との対話をどんどんと進めようとしているからです。それプラス、イランから攻撃はやってきているが、産油国の連帯といったものがなかなか取れず、特にサウジアラビアの存在がどうも共に連帯して防衛していくというつながりとして弱すぎるということを不満に述べています。これはイランから見た場合における近場であった UAE に対しては、イランから大型突撃ドローンのシャヘドがたくさんやってきたというような事情もあります。その時に周辺湾岸諸国からどんどんと援軍が来るかといえばそういったわけでもなく、結局自力で何とかやらなければならないといった事情が発生していたわけです。もうそれだったら今のようなあまりにも連帯感のない組織にいるよりも、もう自分たちだけでうまくやっていきたいというのが願いというわけです。そうした話として付随して出てきたのが、どんどんと増産するぞというようなメッセージです。UAE の増産計画、2023年の生産能力は日産で294万バレル。それを目標値として2027年には目標生産能力日量500万バレルを目指すとしています。さらにここで忘れてはならないのが、ホルムズ海峡を航行しないルートについても今後はより強化していくということを方針として示しています。すでにパイプラインそれ自体はあるのですが、もうフル回転のような状態でもっともっと拡張しなければならないとしています。たとえイランが何かしようとしたとしても、そもそもホルムズ海峡を通らないルートで輸出をしていきたいというのが UAE の狙いというわけです。こうした OPEC や OPEC プラスのような組織から考えた場合においては、内部分裂が進むという意味で、産油国の利権団体としての能力は下がるでしょう。これは日本から見た場合においてはむしろ都合のいい話です。なぜならば、UAE がどんどんと増産をしていくという話をしているのであれば、当然のように世界市場全体で見れば世に出てくる石油の量が増える可能性の方が高いわけなので、価格が落ち着く方向の力が働くわけです。ですから、安価なエネルギー源を中東に頼っている日本にしてみれば、UAE が OPEC や OPEC プラスから脱退して増産を進めていくぞという話をしていること自体はプラスに働くわけです。ちなみに、回り回っての話にはなるものの、原油価格の低下といったものはウクライナ情勢についてもプラスに働きます。というわけで今回の動画は、出光興産の運航している出光丸が
ホルムズ海峡を越えることに成功しました。イランに対して通行料を支払ってはいないという点もプラスですし、イラン政府側も日本との外交関係、特に歴史上のつながりなどについても強調していることから、少なくとも明確に日本を敵対し、そして攻撃してくる意思がないことを示しています。全体の構図として言えば、まだまだホルムズ海峡の航行が回復したわけではありません。しかも多くの船が残されている事実があります。この後イランが本当にホルムズ海峡の開放へと向かうかどうかは、まだ様子を見なければならないのが事実です。このたった一隻をもってして、イランは親日国であり、イランは良い国だみたいなことを決めつけるというのもちょっと待った方が良いです。イランの従来の政権が国民の弾圧を進めており、反対派に対しては拷問を繰り返していたことなどは決して消せない事実ですし、またホルムズ海峡は国際海峡であり、本来であれば封鎖やもしくは通行料を要求するという海賊行為が認められる場所でもありません。このことを決して忘れないようにしましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。